タリアングレーハウンドのニアと暮らし始めて121週間が経ちました。連日あまりの寒さにそろそろ春を感じたいと AI に相談したら、千葉県の房総半島を激推しされました。よし、AI の提案を検証してみようということで本日の日帰り旅行が決まりました。そして当日の朝7時、気温は氷点下、車の窓が汚れていたので水をかけて拭こうとしたら一瞬で凍結、余計に前が見えなくなるという自作自演のトラブルから旅はスタートです。さあ、やってきたのは南房総市にある白樾のお花畑。目の前には太平洋の青い海、陸には満開のお花畑。海の青と花の色のコントラストが展開され、冬とは思えない絶景が広がっています。到着したのは午前10時前。観光客も少なく駐車場も空いていたのでのんびりと散策できそうです。もともとこの地域は半農半漁の村でした。1970年代頃、稲を収穫した後、冬の期間に別の作物を育てる裏作としてキンセンカや菜の花の栽培が本格化したのが始まりだそうです。そして過去の巨大地震で海底が何度も隆起して形作られた地震段丘の上に広がっているので、海とお花畑のコントラストが見られるのです。ニアも初めての場所にお花をひくひくさせて興味津々。でもニアが一番熱心に匂いを嗅いでいたのはなんとサニーレタス。それ食べるとってするやつだから果敢に挑まなくて大丈夫。さて、ここからはお花摘みに挑戦です。でも飼い主のお花の知識レベルは1です。白樾のお花畑では畑ごとに管理者が違うようで、お声かけした親切な農家さんに教えてもらいながらお花摘み開始です。これが金魚草ですかって聞くたびに、それはストックだよと突っ込まれる始末。茎を切る場所も下の方って言われて、花の真下を切ろうとしたら、それじゃ花束ができないでしょと言われ笑われちゃいました。ここでは長めに切った方が良いとのアドバイスをもとに花を揺らしてつぼみがたくさんついているものを収穫しました。そんなドタバタ劇の末、おまけもしてもらってこんなに立派なブーケがなんと380円。白樾海岸の鬼の洗濯板のような地形も見れたので最高のリフレッシュになりました。来年もニアと一緒に来て楽しもうと思います。さて、白樾の景色に癒された後は道の駅大津の里へやってきました。ここはなんと4000坪もの巨大なガラス温室があるんです。農作物の直売所以外はワンシャン OK という珍しいスポットなんですが、おじさまに厳しめなニアは念のため抱っこスタイルで参戦です。一歩中に入るとそこは別世界。白樾のお花畑とは違って温室育ちのお花たちは背が高くて迫力満点です。そんな中、お花レベル1の飼い主がなんかこの黄色いのすげえ形だなと思って適当に撮った1枚。実は黄色いストレリチアといって世界的に見ても超レアな品種だったんです。無欲の勝利というか単なるビギナーズラックというか、我ながら驚きました。一方、抱っこされているニアはというと珍しい多肉植物には目もくれず、駐車場から漂ってくるキッチンカーのホットドッグの匂いに夢中です。やっぱりニアは花より田んぼなんですよね。農作物の直売所にも立ち寄り、ニアへのお土産にキョンのジャーキーとイチゴをゲット。
お腹も空いてきたので、次は桜の名所佐久間ダム湖に行ってニアのお昼ご飯にしましょう。さて、千葉県鋸南町の山間にある佐久間ダム湖親水公園にやってきました。到着したのは13時頃。多少混雑はしていましたが、とても穏やかなスポットです。でもここまで来るのにちょっと一苦労がありました。ナビを距離優先にしたらとんでもない国道に連れ込まれてしまい、路肩結界の道で対向車ともすれ違えない状況。天スラにはまっている飼い主は道祖神へ祈りを捧げた手祭り、我は独走を望む漢字エンカウンターと謎の詠唱をすることでなんとか国道を抜けることができました。今年は雨が少なくてダム湖の水位はかなり下がっていましたが、ここは知る人ぞ知る水仙と桜の名所、焼き芋屋のロマンスグレーな紳士に展望コースが良いよと教えてもらい、ニアと軽いハイキング開始です。少し歩くとそこにはピンクの河津桜と白い水仙の絨毯が広がっていました。小花レベル1の飼い主でも感動する美しさです。紳士の話によると、河津桜と水仙が同時に見られるのはかなり珍しいとのことで、たまたま訪れることができた幸運にただただ感謝です。でもニアが水仙を食べそうになるので全力で阻止しながら絶景を楽しみました。ハイキングから戻ってランチ開始です。でもその前に展望コースを教えてくれた紳士にお礼を伝え、気になっていた焼き芋を買って食します。皮はパリッ、中身は蜜でトロトロ。こんなに透き通る甘さの焼き芋、家じゃ絶対作れません。ニアにはさっき買ったキョンのジャーキーをプレゼント。最初は何これって顔をしてましたけど、一口食べたらもう止まりません。バリバリと豪快に食べきっていました。帰り道、今度は安全な推奨ルートを選んだはずが、やっぱり不気味なトンネルを通る羽目に。まあ終わりよければ全てよし。 AI に提案してもらった房総への旅、ニアと一緒に少し早い春を大満喫した一日でした。今後もこういう雰囲気で動画を作っていきますので、また見てもいいかなと少しでも思ってくれたら、ぜひチャンネル登録と高評価で応援してくれると嬉しいです。そして感想をコメントで教えてくれると助かります。